佐藤健太、20歳。大学2年生。彼の目の前には、スマートフォンの画面が眩しく光っている。完全保証。誰でも月収100万円。有名投資家プロデュース。このチャンスを逃すな。キラキラと輝く広告の文言が、健太の心を強く捉えた。コロナ禍でバイトも減り、仕送りに頼るばかりの生活。漠然とした将来への不安。そんな彼のもとに、まるで救いの手のように現れたのが、このオンラインサロンの広告だった。30万円？高いな。でもすぐに回収できるなら。彼は、なけなしのバイト代と貯金を合わせた30万円を迷いながらも振り込んだ。サロンの名前は、フューチャーゲート。未来への扉。これで、俺の人生も変わるんだ。期待に胸を膨らませ、健太はサロンのメンバーサイトにログインした。その扉の向こうに、落とし穴が口を開けているとは知る由もなかった。サロンのコンテンツは、動画と PDF 資料で構成されていた。最初の数本は、マインドセットと称する抽象的な話ばかり。成功への第一歩は思考を変えること。ポジティブシンキングが富を呼ぶ。健太は真面目にノートを取り、言われた通りに実践しようとした。だが、具体的な投資手法やビジネスノウハウが出てこない。誰でも月収100万円を謳っていたはずなのに、必ず儲かるという具体的な保証はどこにもない。それどころか、責任回避のような文言が散見された。投資は自己責任。成果には個人差があります。数週間が経ち、健太は不安になり始めた。広告にあった個別サポートも月に一度のグループコンサルがあるだけで、質問をしても頑張りましょうといった心理論が返ってくるばかり。他のメンバーのコメントも初期の熱狂は消え、諦めや不満がにじみ始めていた。これ、本当に稼げるのか？健太の心に小さなほころびが始まり始めていた。健太は運営者である田中はじめに直接メッセージを送った。具体的にどうすれば稼げるのか、もっとアドバイスが欲しいです。すぐに返信が来た。佐藤さん、焦りは禁物ですよ。成功者は皆地道な努力を続けています。まずは追加のセミナーでさらなる知識を深めませんか？追加セミナー。それも有料。健太はもう騙されているのではないかという疑念が確信に変わり始めていた。フューチャーゲートのウェブサイトをもう一度確認する。そこには有名投資家プロデュースとあったが、その有名投資家の実績や顔写真などは一切なく、田中の写真だけが載っていた。よく見ると、彼の経歴も曖昧で、具体的な成果は書かれていない。健太はネットで田中はじめフューチャーゲートと検索してみた。すると関連ワードに詐欺、返金トラブルといった不穏な言葉が並ぶ。ブログや匿名掲示板には同様の被害を訴える人々の声が多数上がっていた。やっぱり騙されたんだ。30万円。それは健太にとって大金だった。悔しさと絶望が彼を襲った。健太は決意をして田中へ解約と返金を申し出た。サロンの広告内容と実態が違うので解約させてください。そして費用の返金をお願いします。すぐに返信が来た。佐藤様、契約書をお読みください。途中解約の場合、いかなる理由であっても返金は致しかねます。規約に反すれば、しかるべき対応を取らせていただきます。慌てて契約書を探す。PDF で送られてきた書面には、確かに小さな文字で、途中解約時の返金は 1% と書かれていた。30万円の 1%、わずか3000円。さらに、多減禁止の条項まである。
健太は目の前が真っ暗になった。このままじゃ30万円が。父親にも母親にもバイト代を貯めてオンラインサロンに入ったことなど言えない。誰にも相談できず、一人で抱え込む健太は日に日に痩せ細っていった。大学の講義にも身が入らない。友人と話すときもどこか上の空だった。彼はこの大きな壁を前に途方に暮れていた。ある日の講義後、健太は大学の法学部に通う友人、吉田良介と偶然会った。良介は健太の顔色の悪さに気づき、心配そうに声をかけてきた。どうしたんだ健太、最近元気ないだろう。何かあったのか？健太は最初は躊躇したが、意を決してオンラインサロンの話を打ち明けた。良介は健太の話を真剣に聞いた後、眉間にシワを寄せた。なるほど。これは悪質だな。彼は健太から契約書や広告のスクリーンショットを受け取ると、スマホで何かを調べ始めた。健太、これは消費者契約法が使えるかもしれない。良介は健太に消費者契約法について説明した。この法律は、事業者と消費者の情報の非対称性から生じる不公平な契約から消費者を守るためのものだ。特に君のケースでは不実告知と断定的判断の提供に当たる可能性がある。不実告知、断定的判断？健太は初めて聞く来薬丸語に戸惑った。広告で誰でも目月100万円と謳っているのに実際は稼げない。これは事実と違うことを伝えている不実告知だ。さらに、必ず儲かるかのように不確実なことを確実に言い切っているのが断定的判断の提供。これらは消費者を誤解させて契約を結ばせる悪質な行為とみなされ、契約を消し取れるんだ。健太の心に一筋の光が差し込んだ。良介の助言を受け、健太は田中に反撃するための準備を始めた。まずは証拠固めだ、と良介は言った。健太は過去のすべてのやり取りを再確認した。フューチャーゲートのウェブサイトに残っていた誰でも月々100万円と謳う広告のスクリーンショット。田中の曖昧な経歴が書かれた部分のスクリーンショット。サロン内の情報がほとんど等しいということを示すコンテンツリストのスクリーンショット。また、個別サポートがほとんど機能していないことを示す過去のグループコンサルのチャット履歴。田中との返金は 1% というやり取りのメール履歴。あと、このサロンの参加者向けの掲示板や SNS で同じように不満を訴えている人たちの投稿もスクショしておくといい、と良介は付け加えた。健太は指が震えるほどの集中力で、すべての証拠をデジタルデータと紙媒体の両方で保存した。これらは彼の30万円を取り戻すための唯一の武器だった。証拠が揃った健太は、良介と共に一通の書面を作成した。宛先は、田中、はじめ、フューチャーゲート運営責任者。文面は、冷静かつ論理的に、そして断固としていた。記者との契約に関し、消費者契約法第4条、第1号第1号及び同2号の断定的判断の提供に基づき、2000年〇月〇〇付の契約の意思表示を取り消す旨、本書面をもって通知いたします。さらに、特定商取引法における誇大広告の禁止にも触れ、消費者庁へ通報することも検討している旨も明記した。そして、当然ながら、支払った30万円の全額返金を要求した。健太は、良介と一緒に郵便局に行き、内容証明郵便として書面を送付した。これで田中は逃げられない。健太の心に静かな決意が宿った。
数日後、健太のスマートフォンが鳴った。表示は田中からだった。もしもし、佐藤さん、あの手紙は一体どういうことだね。田中の声は、以前の高圧的な態度が嘘のように、焦りと苛立ちに満ちていた。健太は、良介から言われた通り、冷静に答える。書面に記載の通りです。不実告知と断定的判断の提供に基づき、契約の取り消しを求めます。おいおい、そんなこと言っても契約書にサインしたんだろう。返金は 1% だ。田中は依然として強気だった。健太はすかさず次のカードを切った。田中さん、もし返金に応じないようでしたら、集めた証拠をすべて公開し、SNS でハッシュタグ悪質オンラインサロン、ハッシュタグフューチャーゲート詐欺というハッシュタグをつけて、今回の経緯を広く拡散させていただきます。また、同様の被害を受けている方々と連携し、集団訴訟も視野に入れています。その言葉を聞いた瞬間、田中の声が大きく揺らいだ。待ってくれ。それは勘弁してくれ。悪質なインフォ商材屋は SNS での炎上と詐欺のレッテルを最も恐れる事態だ。事業の生命線に関わる。わかりました。少しだけ待っていただけませんか。田中は明らかに動揺していた。数時間後、田中から改めて電話があった。佐藤さん、先日の件、改めて確認した結果、弊社の説明に一部誤解を与える表現があったことは認めます。つきまして、手数料を除いた29万円をご返金させていただきます。ただし、SNS での拡散はお控えいただきたい。健太は冷静に返答した。承知いたしました。返金が確認できる次第、記者への言及はいたしません。そして静かに電話を切った。翌日、健太の銀行口座に29万円が振り込まれた。やった。健太は思わずガッツポーズをした。すぐに良介に連絡し、感謝を伝えた。ありがとう、良介。お前がいなかったら泣き寝入りするところだったよ。いや、健太が諦めずに戦った結果だよ。法律は知っているやつの味方をするんだ。良介の言葉が健太の胸に深く響いた。失いかけた30万円を取り戻した安堵感と、理不尽な相手に打ち勝った達成感。それはただお金を取り戻した以上の大きな喜びだった。彼は今回の経験で法律の力を肌で感じた。そして自分と同じような被害に遭う人を一人でも減らしたいと強く思うようになった。健太は大学の講義にも再び集中できるようになった。特に良介が所属している法学部の授業には以前より熱心に顔を出すようになった。法律って意外と面白いんだな。彼の将来の選択肢に法律という新たな道が加わった瞬間だった。彼はパソコンの画面に新たなテキストファイルを展開した。ファイル名はハッシュタグ悪質オンラインサロン被害報告まとめ。今回自分が集めた証拠や SNS で見た同じ被害者の情報を匿名でブログに投稿する準備を始めたのだ。誰もがこんな思いをする必要はない。フューチャーゲートというオンラインサロンの扉は彼にとって奈落の底へと続く道だった。だが、その経験が健太にとっての未来への扉を開いた。正しい知識と諦めない心。それこそが本当に人生を豊かにする唯一の情報商材だったのだ。今回の物語いかがでしたでしょうか。健太さんが経験したような誰でも稼げるといった甘い誘いには多くの落とし穴が潜んでいます。
でも、正しい知識があれば、あなたも泣き寝入りせずに対応することができます。ここでは、悪質なオンラインサロンや情報商材トラブルから身を守り、返金を取り戻すための3つのステップをご紹介します。ステップ1、最重要。すべての証拠を徹底的に保存する。交渉や法的手続きにおいて、最も強力な武器となるのが証拠です。感情的な訴えだけでは相手にされません。広告 LP のスクリーンショット。誰でも必ず儲かる、月収〇〇万円保証などと古代広告や断定的表現が使われている部分を徹底的に記録します。日付がわかるように撮影しておきましょう。契約書利用規約。契約書や利用規約を PDF や Web ページのスクショなどすべて保存しておきましょう。返金に関する不利な条項なども確認します。運営者とのやり取り。メール、SNS の DM、オンライン会議の録画、録音、チャット履歴など、運営者からの説明や指示、不満を伝えたやり取りをすべて保存します。サロン内容の履歴。提供されたコンテンツが薄い、実態と違うことを示すサロン内のコンテンツリストや動画のスクショなども有効です。ステップ2、法的武装。消費者契約法を味方につける。集めた証拠をもとに、どの法律に基づき返金を求めるかを明確にしましょう。特に消費者保護のための法律が力強い味方になります。不実告知と断定的判断の提供。必ず稼げる、簡単に稼げるといった事実と異なる、あるいは不確実なことを断定的に説明して契約させた場合は、消費者契約法第4条に基づき、契約の取り消しを主張できる可能性があります。特定商取引法。オンラインサロンや情報商材が通信販売に該当する場合は、特定商取引法の規制が適用されることがあります。古代広告の禁止や不適切な契約解除の制限などが定められています。クーリングオフは適用外が多いが注意しましょう。情報商材やオンラインサロンは訪問販売などとは異なり、原則としてクーリングオフ制度の適用外であることが多いです。この点も理解した上で交渉に臨みましょう。ステップ3、適切な行動。内容証明郵便と相談窓口を活用する。証拠と知識が揃ったら、適切な方法で相手に返金を求め、必要であれば公的な機関に相談しましょう。内容証明郵便で意思表示。集めた証拠と法律の根拠を明記して、契約の意思表示を取り消しますといった内容を内容証明郵便で送付します。内容証明郵便は相手に強制力を持つものではありませんが、法的な納証の第一歩として、送付した事実と内容を証明する重要な証拠となります。国民生活センターに相談。一人で解決が難しい場合は、消費者ホットライン188に電話して、国民生活センターや消費生活センターに相談しましょう。専門の相談員が具体的なアドバイスや解決のためのサポートをしてくれます。弁護士への相談も検討。相手が悪質な場合や金額が大きな場合は、弁護士への相談も有効です。知っていれば避けられたという後悔をしないために、今回の Tips をぜひ覚えておいてくださいね。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センターら消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。